円安になれば日本経済にいい影響がある。長い間、そう信じられてきました。輸出企業の儲けが増え、観光客が集まり、海外投資の利益も大きくなる。確かに円安は、日本経済を突き動かす強い力になってきました。けれど、2000年代に入って状況が変わりました。円安のいいところは減り、悪いところが増えてきたのです。特に日本銀行が長く続けてきたお金をたくさん市場に流す政策が問題になっています。アベノミクスの中心だった量な緩和と質な緩和、そして長短金利操作という仕組みです。これが輸入されるものの値段を上げ、実際に使えるお金を減らすという副作用を生み、日本で暮らす人々の生活を苦しめています。2013年に安倍晋三総理が掲げたアベノミクスは、3本の矢で構成されていました。財政政策、金融政策、そして成長戦略です。その中で最も強力だったのが、日本銀行による超強力な金融緩和でした。黒田晴彦総裁は、金利をほぼゼロまで下げ、1年間に80兆円もの国債を買い入れることで、市場に大量のお金を流し込みました。狙いはシンプルです。円の価値を下げて輸出の競争力を取り戻し、物価上昇率を 2% にして、物価が下がり続けるデフレから脱出することでした。最初は効果が出ました。円安が進み、トヨタやソニーのような輸出大企業の利益は急増しました。株価は上がり、雇用の状況も良くなったように見えました。しかし、時間が経つにつれて、為替の影響が物価に直接伝わる現象が本格に始まりました。円安は輸出企業だけに有利なわけではありません。エネルギーや原材料、食べ物など、海外から輸入しているものの値段が急激に上がり始めたのです。特にロシアとウクライナの戦争後、エネルギー価格が跳ね上がったことは日本にとって大きな打撃でした。液化天然ガスや石油、石炭の輸入コストが上がり、企業の作るコストが増え、それがそのまま消費者の支払う値段に飛び火しました。2022年から2023年にかけて、日本の消費者物価指数は 4% 台まで上がりましたが、お給料はそれに追いつきませんでした。その結果、実質な賃金は2022年以降、24ヶ月連続で減り続けました。これは、額面上の給料が少し上がったとしても、物価の上昇分を差し引けば、実際にはどんどん貧しくなっていることを意味します。円安はもう、国民が恩恵を感じるものではなく、生活を苦しくさせる原因になってしまいました。ここで日本銀行は、難しい選択を迫られました。長短金利操作という政策は、10年物国債の金利をゼロ付近に抑え込む仕組みです。これで金融市場を安定させ、安い資金を供給しようとしましたが、アメリカの連邦準備制度理事会が急激に金利を上げる中で、これがかえって円安を加速させる原因となりました。市場からは金利を上げるべきだという声が上がりますが、日本政府と日本銀行は依然としてこの政策にこだわっています。理由は簡単です。日本の国の借金は、国内総生産の 260% に達しているからです。金利が少しでも上がれば、利払いの負担が爆発に増え、国の財政が崩壊しかねません。日本銀行は、借金があるからこそお金が生まれるという、現代の通貨システムの矛盾した構造の中に閉じ込められているのです。面白いことに、この状況は16世紀スペインで起きた価格革命と似ています。当時のスペインは、新大陸から大量の銀を手に入れました。しかし、それを新しい産業への投資ではなく、戦争や贅沢な消費に使い果たしました。その結果、ものづくり産業は崩壊し、物価だけが上がり続けました。結局、見た目だけの繁栄の中で経済は没落していきました。今の日本も同じです。金融緩和でばらまかれたお金は、企業の利益や株価には流れ込みましたが、働く人の給料や実際の経済には浸透しませんでした。円安は輸出企業の懐を温めるだけの政策になり、一般の国民は輸入物価上昇の被害者となったのです。日本経済は今、企業中心から
家計中心の考え方へ切り替えることが切実に必要です。もし日本銀行が金利を上げられないのであれば、せめて企業に賃金を上げるよう強く促したり、エネルギー効率を高める投資をしたり、貿易相手を増やして輸入への依存を減らすなどの対策を同時に行うべきです。円安はもう何でも解決してくれる魔法の薬ではありません。実質な賃金が上がらない円安は、国民を貧しくさせる危険な薬なのです。かつて朝鮮戦争の特需で日本経済が立ち上がったように、今の日本にも新しい特需が必要です。しかし、それは為替の操作ではなく、働く人の手元に残る所得を回復させることであるべきです。日本銀行の政策が、金融市場の安定ではなく、国民の暮らしの安定を目標にしたとき、本当の意味での経済回復が始まるはずです。次回は、円安の中での日本企業の戦略の変化と、世界な供給網の再編についてお伝えします。スペイン王室が4回も破産したのは、単なるお金の管理ミスではなく、信頼という目に見えないものを仕組み化しようとした人類最初の大規模な実験でした。16世紀のシステムは、銀の収入を担保にした2階建ての信用を作り出しました。これが今のレイヤードマネー、つまり層になったお金の原型です。1階はアメリカ大陸で掘り出された本物の銀で、2階は銀行家たちが発行した王室の借用書でした。問題は、この2階部分が、1階の実際の生産能力を超えて、雪だるま式に膨らんだことです。結果は明白でした。信頼が崩れると、銀が入ってくる速度よりも早く外貨が流出し、金利は跳ね上がり、債権国は信頼を取り戻すための厳しい条件を突きつけました。この構造は現代にもそのまま生き残っています。今の時代、1階にあるのは金ではなく、アメリカ国債に対する市場の絶対な信頼です。2階には中央銀行の準備金があり、3階には商業銀行の預金、そして4階には暗号資産や派生商品などが広がる複雑なネットワークになっています。しかし、この積み上げ構造は、信頼というたった一つの接着剤だけで維持されています。スペインの例が教えてくれるのは、軍事力や領土、あるいは外貨準備金があったとしても、信頼がなくなれば全て意味がないということです。アルジェリアやアルゼンチン、ラオスといった国々は、時代は違えど同じパターンを繰り返しています。借金が増え、通貨の価値が落ち、実質な借金が 3.5 倍に膨れ上がり、税収が減って政策への信頼が崩れ、資本が一気に逃げ出し、政治な不安定さを招くという流れです。特にラオスのダム建設などは、中国の資本による借金とインフラの依存構造であり、これはスペイン時代の仕組みをデジタル時代に再現したようなものです。2008年の世界金融危機は、この仕組みが抱える矛盾を暴き出しました。住宅ローンという3階の信用が、1階にある実際の所得能力と切り離されたとき、派生商品という4階部分がシステム全体を崩壊させました。これは単なるルールの不備ではなく、信用の社会責任を放棄したシステムの自滅でした。今の日本やアメリカ、ヨーロッパの高い借金比率も同じ問いを投げかけています。借金は危険なものなのか、それとも生産性を上げるための道具なのか、答えはそれをどう使うかにかかっています。ベネズエラの石油借金は資源の罠を生み、1997年の韓国の外貨危機は短期な借金による信頼の崩壊でした。一方で、2020年代のアメリカのインフレ抑制法は、借金をクリーンエネルギーの基盤に投入することで、長期な生産性を上げようとしています。結局、金融システムの本当の武器は軍艦ではなく、信頼をどれだけ長く維持できるかということです。スペイン王室は銀を掘る速度よりも早く信用を作り出し、現代の国家は国内総生産の成長率よりも早く借金を積み上げています。しかし、歴史が教えてくれることは一つです。どんなに層を重ねたお金であっても、最後は1回、つまり現実の生産性とは価値合いの正義に突き当たります。そのつながりが切れたとき、どんなに高い層を築いていても、長くは持ちません。今、
世界で最も注目されている場所の一つが台湾です。なぜそこまで重要視されるのでしょうか。それは、最先端の半導体産業がそこに集中しているからです。現代において、最先端の技術、特に半導体は単なる経済成長の道具ではありません。もはや、国が生き残るための安全保障に直結する最前線なのです。台湾には、世界中の最先端半導体の9割以上を賄う TSMC という巨大な企業があります。いわば、世界中の半導体産業の心臓部のような役割を果たしているのです。しかし、ここには大きな弱点があります。半導体生産の拠点である新竹サイエンスパークは、台湾の北西海岸にあります。ここは中国本土に非常に近く、もし軍事な衝突が起きれば、すぐに攻撃を受ける危険があります。そうなれば、産業の基盤すべてが失われかねません。もし台湾で半導体の生産が止まれば、その影響は世界中に広がります。自動車やスマートフォン、AI、さらには国防システムまで、あらゆる最先端産業が致命なダメージを受けることになります。アメリカや日本、欧州連合にとって、これは単なる貿易の問題ではなく、国の安全を脅かす重大なリスクなのです。今、アメリカと中国の間では技術の覇権争いが激しくなっています。アメリカはチップス法などを通じて、半導体産業を自国や日本、韓国、台湾などの同盟国で再編しようとしています。一方で中国は、半導体の自立を国家目標に掲げています。台湾はこの2つの陣営の間で、激しい綱引きに巻き込まれている戦略な中心地なのです。日本にとっても、台湾の状況は他人事ではありません。かつての安倍総理が語った、台湾の有事は日本の有事であるという言葉は、単なる比喩ではありません。台湾海峡は、中東からの原油などのエネルギーや貿易物資が通る、日本にとっての生命線だからです。だからこそ、与那国島などの南西諸島で軍事な強化が進められているのです。ある分析では、台湾の危機は、19年のパンデミックよりも深刻な事態になり得ると言われています。半導体は現代経済にとっての酸素のようなものです。そして台湾は、その酸素の大部分を作り出す唯一の肺のような役割を担っています。ここで、台湾が抱える矛盾が見えてきます。経済面では世界最高レベルの技術を持ち、世界中が依存するほどの強大な影響力を持っています。しかし、チリには中国に近く、常に軍事な脅威にさらされています。さらに外交面では、国際社会で正式な国家としての地位が不安定という弱さがあります。経済な超大国のような力を持つ一方で、政治や軍事面では極めて不安定という、激しい矛盾を抱えているのです。例えるなら、半導体は新しい時代の石油です。1973年のオイルショックの時、中東の石油が世界経済を麻痺させました。2020年代には、台湾の半導体がその役割にとって変わろうとしています。そのため、台湾海峡の安定は、東アジアだけの問題ではなく、世界中の国々が関心を持つ共通の財産と言えるでしょう。結局のところ、21世紀の安全保障の本質は変わりました。もはや銃や戦車だけではなく、小さなチップと回路が国の運命を決める時代になったのです。新竹サイエンスパークという一箇所の安全が、世界経済全体の安定に直結している。それが今の世界の現実です。さて、ここからは世界経済の転換点とリスクについて、アメリカ、日本、中国、韓国の視点から詳しく見ていきましょう。まずは日本についてです。日本は今、インフレの圧力とお金の政策が変わるタイミングにあります。新しい政府による積極な財政政策への期待が高まっており、経済を活性化させる高圧経済を目指しています。また、1ドル110円という水準は不自然だという考えから、円高への転換が期待されています。これにより、海外からの資金が入りやすくなるでしょう。さらに、日本銀行が金利を上げるなどの政策転換に踏み切れば、
それは世界市場にとって核爆弾級の大きな変動要因になります。もちろんリスクもあります。構造改革の遅れや労働市場の硬直化など根本な問題が解決していないため、日本市場が低く評価される状況が続くかもしれません。また、過去のプラザ合意後の円高ショックやその後のバブル崩壊による長期停滞という苦い教訓をどう生かすかも課題です。さらに、働く人が減り、社会保障費が増えるという人口問題も重くのしかかっています。投資の視点から見れば、先手を打つことが重要です。日本株の ETF や銀行や保険などの大型価値株を中心に再評価のチャンスを狙うべきでしょう。特に円高への期待による為替差益を合わせれば、短期間で収益を伸ばせる可能性があります。次に中国です。中国は今、物価が下がり続けるデフレという厳しい状況にあります。政府は消費を増やし、新エネルギーや半導体、AI などの進出生産能力を強化することで、内需中心の成長モデルへ切り替えようとしています。また、輸出競争力を維持するために、通貨である元を安くし、ドルを買い入れるという戦略を取るかもしれません。しかし、デフレの深刻なリスクは消えていません。物価が下がり続けると、企業は投資を控え、賃金が下がり、借金の負担が増えていきます。中国の株価指数が1997年レベルまで低くなっていることは、価格としては魅力ですが、成長する力が欠けているという不安の裏返しでもあります。中国市場への投資は、価格の安さは魅力ですが、成長への確信が持てないため、様子を見るか、少額に止めるのが賢明でしょう。もし大規模な財政出動などの政策効果が見えれば、半導体や環境産業を中心に選んで投資することを検討すべきです。そしてアメリカです。アメリカ経済は、所得層によって状況が分かれるK字型の経済が進んでいます。一方で、AI という技術革新が強力な成長エンジンとなっており、データセンターへの投資拡大などでデジタル基盤の作り替えが進んでいます。市場では、悪いニュースがむしろ良いニュースになるという不思議な心理が働いています。政府の予算が通らずに機能停止するシャットダウンが長引けば、景気が鈍化し、それが連邦準備制度理事会の金利引き下げ期待につながります。その結果、ハイテク株がさらに買われるという構図です。しかし、構造な問題も深刻です。低所得層の賃金上昇率が10年ぶりの低水準となり、消費の不均衡が起きています。また、シャットダウンが40日以上続けば、110億ドル以上の経済損失が出ると言われており、正確な経済指標が出ないため、政策判断が難しくなります。投資戦略としては、S&P500 などの安定した運用を維持しつつ、クラウドや半導体、サイバーセキュリティなどの AI 関連株に集中するのが良いでしょう。ただし、株価と実体経済のズレが大きくなっているため、変動に備えて配当を出す成長株などで守りを固めることも大切です。最後に韓国ですが、こちらは半導体サイクルの回復への期待が高まっています。希望と企業のストレスという二面性が、今の市場を特徴づけています。3四半期の国内総生産は 1.2% 成長し、半導体のドラム不足によってサプライチェーン全体が好調な動きを見せています。また、景気先行指数も強含みで、将来への期待感が高まっています。しかしその一方で、企業のストレスは急速に増大しています。倒産企業数は 142% も増加し、中小企業を中心とした構造な弱さが露呈しています。大企業は回復基調にあるものの、中小企業や一般家計の経済状況は厳しさを増しており、経済の二極化が進んでいるのです。こうした中で、投資を考える際には選択なアプローチが不可欠です。半導体の大型株を中心に配分しつつ、バリュエーションの見直しの機会を活用することが求められます。また、国内の信用リスクが拡大する可能性もあるため、債券の比重を一部拡大することも検討すべきでしょう。次に、
3から6ヶ月先のグローバル市場の展望と戦略について見ていきます。株式は変動性が高まる中でも AI のメガトレンドが有効です。S&P500 や日本市場の再評価の機会を中心に考えましょう。債券は金利引き下げの期待から長期国債の魅力が増しています。ヘッジ手段として活用し、クレジットスプレッドの拡大に備えることが大切です。現金は短期な不確実性に備えて流動性を確保するため、シャットダウンが終わりするまでは一時に保有を拡大するのも一つの手です。新興市場については、中国のデフレーションリスクやドルに対する強さを考慮し、慎重なアプローチが必要です。ただし、インドや東南アジアの一部地域は例外と言えるでしょう。短期な投資アイデアとしては、まず、J、リレーティング、テーマが挙げられます。日本の金融株や産業財、日銀の政策恩恵を受ける銘柄が対象です。関連する ETF としては、EUJ や DXJ などの円ヘッジ商品があります。次に、守りの強い技術株です。サイバーセキュリティやクラウドインフラ、AI コンピューティングなどの分野が該当します。具体な銘柄としては、マイクロソフトや Google、シスコ、パロアルトネットワークスなどが考えられます。また、配当成長株も注目です。変動性へのヘッジと安定な収益を目指すのであれば、ヘルスケアやユーティリティ、必需消費財セクターが適しています。次に、モニタリングすべき主要なリスクについてです。日銀の政策転換、つまり金利引き上げが行われると、円が急騰し、日本の輸出企業に打撃を与える可能性があります。また、グローバルな資本移動も引き起こす恐れがあります。このため、日本市場の短期な調整に備え、為替ヘッジを検討する必要があるでしょう。米国のシャットダウンが長期化すると、経済指標が欠落し、政策の不確実性が高まります。このため、現金の比重を維持し、連邦準備制度理事会の意思決定の遅れに備えることが大切です。中国のデフレーションが深刻化すると、原材料の需要が減少し、新興市場に打撃を与える可能性があります。このため、原材料関連の株式や商品の比重を縮小することが求められます。信用スプレッドが拡大すると、低所得層の破産リスクが高まり、銀行セクターにストレスが生じる恐れがあります。このため、ハイイールド債の比重を縮小し、投資的格債を中心にシフトすることが重要です。結論として、過去の教訓が未来を決定します。今回のセグメントでは、日本の失われた10年という歴史事例を通じて、短期な政策の誤用が長期な停滞を招く可能性があることを警告します。今日の日本は再び、金融政策の正常化という岐路に立っています。過去と同じ過ちを繰り返さないためには、構造改革と財政の規律が必ず並行して行われなければなりません。グローバルな投資家にとっては、不確実性の中でも長期なメガトレンド、つまり AI やエネルギー転換、日本の構造改革などを見据えることが大切です。同時に、短期なリスク、シャットダウンや信用ストレス、デフレーションなどにも注意を払う必要があります。また、歴史なパターンが繰り返される可能性、つまりバブルの形成から政策対応の失敗、そして長期な停滞へと至る流れにも留意しなければなりません。これら3つの要素を同時に考慮したバランスの取れた戦略が求められているのです。良いニュースは良いニュースではありません。悪いニュースがむしろ良いニュースとなる市場では、歴史の教訓を覚えている者だけが生き残るのです。次に、南米やアフリカの新興国におけるグリーン経済への転換と、COP30 の誘致競争がグローバルな資源市場に与える影響について分析します。セグメント後の7の要約及び統合分析です。世界経済の主要な動向を総括します。ポーランドでは、夏場の一時な減速後の回復が強まり、UA 内でも上位レベルの国内総生産成長率が期待されています。ポーランド中央銀行は、2027年までに物価の安定を達成できるとの見通しを示しています。また、
エネルギー地政学の面では、米国産の液化天然ガスをウクライナに届けるガスハブとしての役割が浮上しています。ただし、ドイツはバルト海のインフラ投資について戦略な懸念を表明しています。オーストラリアでは、米国のリスクに敏感です。政府のシャットダウンと、K字型の経済回復が国内の政策議論に影響を与えています。航空産業では、カンタスがシートスペースを拡大したエコノミープラスを導入し、バージンオーストラリアとの差別化競争を展開しています。日本では、政府が経済安全保障やサプライチェーン強化のための法改正を推進しています。9月の実質消費支出は5ヶ月連続で増加し、自動車購入が主導しています。しかし、減税政策が物価上昇圧力を再び押し上げる可能性があるとの懸念も経済学者から指摘されています。1990年代のバブル崩壊後の長期なデフレーションと、失われた30年の経験は、現在の政策設計にとって重要な参考点となっています。また、高市内閣の発足が、ジャパンディスカウントの解消とグローバルな資金流入の潜在な触媒として注目されています。中国では、第15次5カ年計画を通じて、技術覇権の確保を中心とした経済モデルの再編が明確化されています。不動産危機と消費の減速により、経済がジェンガタワーのように不安定であるとの海外メディアの評価もあります。政策対応としては、低空経済などの未来の成長分野への国家主導の投資が拡大されています。鉄鋼市場は11月に変動性が予想され、韓国の輸出、特に中間材に下方リスクをもたらす可能性があります。香港は、特に目立った動向はなく、中国本土及びアジア全体のリスク回避のセンチメントに同調しています。市場及び投資戦略のインサイトについてです。主導株の変化としては、景気敏感株、つまり半導体や輸出関連株は、韓国輸出の革新ですが、高為替や関税リスクにさらされています。一方、景気防衛株は、経済心理の悪化の中でも相対な強さを見せる可能性があります。バリューアップ、大型株は、政府の政策支援が期待されますが、短期な外国人売りに弱い面もあります。台頭するテーマとしては、AI が挙げられます。グローバルなメガトレンドが継続していますが、韓国はエンビディアなどの海外の成果に依存しています。また、国家主導の産業政策強化も見られます。中国では、低空経済が、日本では量子技術への投資が進められています。国家間の技術主権、競争が激化しています。短期なリスク要因としては、まず為替の急騰が挙げられます。1460から1470円の水準は、外国人投資家の心理を冷やし、輸入物価の上昇を招き、インフレーション圧力を高める可能性があります。次に、米国のシャットダウンの不確実性です。データの空白や経済への悪影響を懸念する声が強まり、投資心理が冷え込む可能性があります。また、中国経済の減速もリスクです。不動産や消費の停滞が韓国への輸出に持続な下方圧力を与える可能性があります。さらに、ノンバンク金融機関のリスクも懸念されます。プライベートクレジット市場との結びつきにより、短期な金融の緊張が生じる可能性があるのです。グローバルな資金の流れを見てみましょう。先進国の技術株、つまり S&P500 やナスダックは、AI への期待感から強含みです。ヨーロッパ、特にドイツのダックス指数は、内需の停滞や政治混乱によりパフォーマンスが低迷しています。日本は、政治な変化により、再評価への期待感が高まっています。新興国については、デジタル転換を進めるインドやナイジェリア、あるいは原材料に強いブラジルやチリなど、選択な投資が進められています。政策及び構造な含意についてです。日本と韓国を比較すると、非似た韓国という診断が下されています。海外投資の増加、国内経済の活力低下、構造な為替上昇が1447円を超える水準は、
長期なデフレーション圧力のシグナルとなる可能性があるのです。金融政策の正常化圧力としては、日本が長期金利の上昇の中でも基準金利を据え置いていることが、円高の可能性とグローバルな資産再編を引き起こす変数となっています。また、保護貿易とグローバルな協力の面では、各国の産業政策介入主義の拡大は、自由貿易体制に対する挑戦課題を提示しています。今後1から2週間の主要なイベントとしては、米国の消費者物価指数や個人消費支出価格指数、雇用データの発表が挙げられます。これらは、連邦準備制度理事会の金利引き下げへの期待に決定な影響を与えるでしょう。雇用指標が不振であれば、金利引き下げへの期待が強まります。一方、インフレーションが再び上昇すれば、市場は失望し、変動性が拡大する可能性があります。以上を総合に評価します。グローバル経済は分断された回復という局面に入っています。アメリカは AI や技術イノベーションを牽引役に成長を続けていますが、ヨーロッパは景気後退のリスクが高まっています。アジア地域は構造なリスクと改革への期待が同居する、とても複雑な状況です。韓国は半導体サイクルの回復が期待されるものの、為替変動や中国リスク、海外投資家の資金流出など複数の圧力に同時に直面しているのです。まず所得の不平等の問題について考えてみましょう。所得の不平等は単なる経済の問題じゃなくて、社会の連帯や人々の信頼を崩す要因にもなります。日本のアベノミクスは大企業や資産家には大きな利益をもたらしました。でも中小企業や低所得層は物価上昇によって手にするお金の価値が実質に減り、階級間の格差がますます広がる結果になりました。韓国も高齢者の貧困率の高さや若者の失業問題などから、社会の分裂の兆しがはっきりと見え始めています。この状況は政治な不安定さにもつながっているんです。次に日本の長期不況、いわゆる失われた30年についてです。1980年代のバブル経済が崩壊した後、長く続くデフレと低成長が日本を覆い続けています。アベノミクスのような大規模な景気刺激策も長期な効果は限定で、高齢化や少子化、生産年齢人口の減少といった構造な課題の解決には至りませんでした。特に高齢化の進展は年金や医療などの社会保障費の急激な増加を招き、国家財政に非常に大きな負担をかけているんです。為替市場の動きも各国経済に大きな影響を与えます。例えば円高になると、日本の輸出企業は製品を海外で売るときの価格が相対に高くなるため、負担が増えます。結果として輸出競争力が弱まる可能性もあるのです。アメリカの中央銀行である FRB の利上げ政策や、日本の政権が打ち出す政策方針、ヨーロッパの景気後退など、様々な要因が為替レートや株価に影響を与えます。外貨市場は需要と供給のバランスによって自動に調整され、適正な為替レートは市場の取引を通じて自然に決まっていきます。技術の発展、特に情報通信技術の革命も社会に大きな変化をもたらしました。技術の進歩は熟練した労働者とそうでない労働者の間の所得格差を広げてきました。AI 技術の発展もこの傾向をさらに強める可能性があると指摘されています。近年では世界化の進展よりも技術発展の方が所得不平等の拡大の主な原因だと考えられるようになっているんです。政治と経済は互いに深く影響し合っています。政治な不安定さや政策の一貫性の欠如は経済の発展を大きく妨げる障害となります。日本は政権交代が繰り返されたり、政策方針が不透明だったりすることで、長期な構造改革が難しい状況に置かれています。韓国も一部のエリート層による権力の独占や腐敗の問題から、人々の民主主義への信頼が損なわれる事態が起きているのです。ここで2つの国の対象な事例を見てみましょう。まずベネズエラの事例です。豊富な石油資源から得られるドルが大量に流入したことで、自国通貨のボリバルが本来の価値よりはるかに高い水準で固定されてしまいました。その結果、輸入品の価格が安くなり、
輸出品の価格が高くなったことで、国内の製造業や農業の競争力が完全に崩れ落ちました。今では生活必需品の7割以上を海外からの輸入に頼る、歪んだ経済構造になってしまったのです。かつて原油価格が高かった時期は、輸入の費用を捻出することができました。しかしそれは国内での生産基盤が壊れた状態を一時に隠しているだけに過ぎませんでした。原油価格が下がれば必ず経済な破綻が訪れる。不安定な土台の上に経済が成り立っていたのです。当時のチャベス大統領は21世紀の社会主義を掲げ、ラテンアメリカの主権と社会正義を実現しようとしました。しかし根本な経済体質の脆弱さは何一つ解消されなかったのです。もう一つの対象な事例は台湾です。1960年代初めに19項目の財政経済改革措置を実施し、それまでの輸入代替戦略から輸出主導型の産業政策へと大胆に転換しました。この経済成功を支えた要因は3つあります。1つ目は高尾に輸出加工区を設置し、海外直接投資 FDI を積極に誘致したことです。この投資が成長の大きな触媒となりました。2つ目はアメリカによる安全保障の提供です。このおかげで海外の資本が安心して台湾に流入できる環境が整ったのです。3つ目はこれらの政策が相互に作用して、都市平均 9% 以上の高度成長を達成する台湾の奇跡を生み出したことです。安全保障上の弱点を持つ島国がどのようにして自立した繁栄を成し遂げられるかを示す恒例となったのです。ここで関連する経済の用語を簡単に説明しておきます。まず、評価切り下げです。これは国家が自国の通貨の公式な価値を意図に下げる政策のことです。先ほどのベネズエラのように通貨の価値が高すぎて国内の産業が疲弊している場合に、それを修正するための反対の政策にあたります。次に、派生需要です。これは最終な製品に対する需要から派生して生まれる生産活動に必要な要素に対する需要のことです。例えば、車を運びたいという需要があれば、タイヤを作る需要が生まれるといったように理解すると分かりやすいでしょう。この2つの事例を比較すると、資源だけに依存する経済は長期な生産基盤が崩れ、外部の経済ショックに非常に弱くなることが分かります。一方で製造業と輸出を重視し、安定したマクロ経済環境と安全保障を整えた経済は、持続可能な高度成長を達成できるのです。特に海外直接投資や技術移転、競争を促す環境づくりが、経済の成否を左右する重要な要因であることが強調されます。最後のセグメントでは、こうした経済、社会、政治な変化が現代社会に与える総合な影響と、未来の持続可能な発展モデルについて議論する予定です。